今回の動画ではですね、ひらがなのおとお、なぜ字が違うのに同じ発音なのか。まず結論から申しますと、実はこのおとお、昔の日本語では発音がちょっと違っていたんですね。そして助詞に使っているこちらのおの方は、昔の日本語ではいろいろな言葉にこのひらがなが使われていました。うおっていう感じのちょっと違った発音をしていたそうです。ところが長い歴史の中でこちらのおとうおの発音がだんだん一つになっていって、ある時ですね、じゃあ統一しようじゃないかということで、助詞としてのうおはおの表記になって、それ以外のうおは全部おの表記にしよう。そういった背景から字が違うけれども同じ発音だなんてなってしまうんですね。ところがですね、日本の人よーく聞いてみてください。日本語実は年齢によって、また住んでる地域によって、この助詞のおをうおって発音している方がいらっしゃいます。こんなとこもね、注意して聞いてみるとですね、面白いかもしれませんが、皆さんが発音で謎に思うようなことっていうのは、大体ですね、古い日本語の歴史が絡んできています。例えば、氷と小売り。ひらがな表記にすると、氷の方はこおりになってますけど、氷の方はこうりなんてなってるんですね。また、おうじと大きいとかですね。同じおーって発音するのになんでおとおうがあるのか。これも実はですね、古い日本語の表記が関係してきたりするんですけれども、今の日本語を勉強するのでね、大変かと思いますけど、そういった古い日本語を勉強してみると疑問とか謎が解けると思いますので、興味がありましたら勉強してみてください。ちなみに超词白体蔡雲間、上手ですか？ありがとうございますね。私は中国語を勉強したんですけれども、明日に実白帝彩雲の間、これ高校生が勉強してるんですよ。しかも大学の入試問題にこの古い中国語、古典と言いますけれども、これが問題に出てくるんですね。ですので日本の高校生ね、一生懸命漢文といって勉強してるんです。だからやれってわけでもないですけれども、ぜひですね、日本の歴史とか文化、そういった日本語の歴史なんていうのにも関心を持っていただくといいかと思いますので、ぜひやってみてください。